皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレスが伸びない原因、それ高回数トレ不足ですというお話です。いきなりですが、皆さん10レップ以上のセットってやってますか？5レップとか3レップとか低回数のセットをメインでトレーニングメニューを組んでいませんか？ YouTube などでもベンチプレスの重量を伸ばしたかったら神経系を強化する低回数セットだというのを見かけるかもしれませんが、その低回数メインの練習が重量が伸びなくなっている原因かもしれません。この動画ではなぜ高回数トレーニングをやらないとベンチプレスが伸びないのか、筋持久力強化とベンチプレスの強さ、筋力と筋肥大、筋持久力の関係性、低回数トレーニングの役割、ベンチプレスが伸びる高回数トレーニングの具体例、こんな感じでお話ししていこうと思います。ちなみに僕は直近1年でベンチプレスの重量がプラス40キロ、110キロから150キロまで伸ばすことができたんですけども、このきっかけっていうのは高回数トレーニングをメインにしたことでした。このチャンネルでは分かりやすくて一撃上達をテーマにベンチプレスの重量を伸ばす方法や僕自身の練習を公開しています。動画が役に立ったよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価していただけますと嬉しいです。では本題です。まず、なぜ高回数トレーニングをやらないとベンチプレスが伸びないのかです。筋トレや、ベンチプレスを始めると最初は10回3セットとかから入る方が多いと思いますが、次第にベンチプレスとか、筋トレそのものに慣れてきていろいろなセットのやり方っていうのに取り組むようになります。例えば 5×5 とか3レップ ×5 セットとかですね。これ自体は決して悪い練習ではありませんし、過去の僕も低レップセットをメインにしていた時期があります。問題なのはこればっかりになってしまうということです。では低レップセットばっかりになってしまうと何が問題なのでしょうか？それはボリューム不足です。こちらの動画でもお話ししているのですが、低レップセットは強度を確保するのには非常に有効なんですけれども、ボリュームを確保するのがすごく難しいです。例えば100キロを目指している方で90キロ ×5×5 っていうセットを行うと、ボリュームは2250キロになるんですけれども、80キロ ×10×5 セットだと4000キロのトータルボリュームになります。倍とまではいきませんが、ボリュームに大きな差があります。筋肥大の大小というのはおおむねボリュームに起因するっていうのが現在の定説です。つまり低レップばかりになってしまうと筋量不足になりがちということなんですね。後ほど詳しくお話ししますが、筋力強化の限界はある程度のレベルまでは筋量に依存します。低回数セットばかりだと重量を伸ばすために根本的に必要な筋量が増やしづらいということです。また高回数セットはレップ数が多いので自然とフォーム練習にもなります。これもかなり大きな要素だと思っていて、特に初心者中級者のうちは総レップ数を多くしてフォームをもう無意識でもできるまで反復練習するっていうのが重要です。ただこの反復練習に関してもいい反復練習と悪い反復練習があるので、そこら辺はこちらの動画をご覧いただけますと嬉しいです。で、ベンチプレスを伸ばしていくために必要な要素というのは筋力、筋量、フォームの3つだと僕は思っています。高回数セットはこのうち筋量とフォームを得るために効率的です。もちろん5レップセットとか3レップセットでも筋量とかフォームを得るっていうのは可能なんですけれども、前述の通り筋肥大はボリュームに起因するので、同じだけのボリュームを確保するためにはセット数を増やさなければいけません。フォームに関しても同様で、同じだけのレップ数を行うためにはセット数を増やす必要があります。もちろん5レップや3レップのセットにもその重量でのフォームの最適化とか高重量での複数レップっていう意味はもちろんあるんですけれども、筋肥大やフォーム練習という意味では高回数のセット、10とか20ですね、そういうレップを重ねるセットに比べてやや劣る部分っていうのはあります。次に筋持久力の向上とベンチの強さの関係についてです。筋持久力とはどれぐらい繰り返しの負荷をかけ続けることができるかっていう、筋肉の持久力のことですね。そのまんまですけれども、高回数のセットで筋持久力を鍛えると何がいいかっていうと、いわゆるスタミナがつく、たくさん練習ができるようになるということです。例えば普段5レップ5セットとかでセットを組んでいる方にだいたい同じぐらいの RM 換算で10レップ5セットっていうのをやっていただくと、初めのうちは後半のセット、4セット目とか5セット目とかでもう大胸筋がパンパンになっちゃって限界を迎えてしまうことが多いです。 RM は同じなのにということですね。しかし続けていくうちに10レップ ×5 セットがこなせるようになり、気がつくと以前やっていた5レップセットっていうのは倍の10セットできるようになってたりします。高回数セットで筋持久力トレーニングを行うことでスタミナがついて練習量が増えて、結果的にボリュームが増えることで筋肥大してベンチの重量が伸びていくっていうことになります。
筋持久力トレーニングは筋トレ界隈では大いに嫌われていて、筋肥大には効果がないとか、チキンは筋肥大に不利だとか、逆に筋肉がしぼむなんていうことも言われています。ただ、僕は逆だと思っていて、筋持久力トレーニングは筋肥大にも有効だと思っています。まず10から20以上の回数や維持トレーニング、これは力を入れっぱなしにするトレーニングのことですね。こういうのは筋持久力トレーニングであって筋肥大には効果がないというふうに言われていますが、僕の感覚的には違います。僕の経験上の話としては体操選手ですね。僕昔体操をやってたんですけれども、体操選手っていうのは高重量のウェイトトレーニングっていうのはあんまりやらないんですけれども、ほぼ自重の高回数トレーニングでご覧になったことがある方もいらっしゃると思うんですが、とてつもない体を作っています。また競輪選手とかを例にとると、自転車を漕ぐような、ああいう感じの維持トレーニングっていうと思うんですけれども、ああいう維持トレーニングでものすごい太さの太ももになっています。科学的にも8から40レップでほとんど筋肥大は変わらないっていうことが、メタアナリシスを用いたシステマティックレビューレベルで示唆されています。参考文献は概要欄に貼っておきます。つまり何が言いたいかというと、一般的に筋持久力トレーニングと言われている回数でも筋肥大はするっていうことですね。さらにレップ数が多いことで、前述したように低回数セットよりもフォームの練習になります。例えば20レップ5セットならトータルで100レップになりますけれども、3レップ5セットだと15レップしかできません。もちろん高重量低回数セットでのフォーム練習っていうのは、当然必要なんですけれども、まずは数をこなすっていうことが重要です。次に筋力と筋肥大、筋持久力の関係性です。現在のトレーニング界隈では、筋持久力はおざなりで、筋肥大には筋力トレーニングや筋持久力トレーニングは必要ないみたいな風潮もあります。また筋力を強化したいっていう場合に筋肥大とか筋持久力っていうのをおざなりにしている感じもあります。少なくとも僕にはそう見えます。しかしこの3つの要素っていうのは互いに関係し合っていて、どれか1つだけを伸ばすっていうのはあまり効果的ではありません。いろいろな方のベンチプレスを拝見させていただく中で、重量が停滞する原因を考えていくと、このどれか一つですね。大体は筋持久力か筋肥大なんですけれども、どれか一つが欠けてしまって伸び悩んでるっていうことが多いように感じます。ではこの3つの関係性について確認していきましょう。今回は筋力から見た筋量と筋持久力の関係性を考えていきます。筋力っていうのは筋肉が1回の収縮で発揮する力のことです。高重量のベンチプレスを行うにはこの筋力強化っていうのは非常に重要になってきます。図にしてみましょう。この縦積みグラフの全体が筋量で、上の部分が筋力です。全体の高さを大きくすることが筋量トレーニング、筋肥大トレーニングの役割で、上の部分ですね、この部分をより高くしていくっていうのが筋力トレーニングの役割です。筋力トレーニングをしない場合の筋力っていうのを最小筋力、筋力トレーニングを行った場合に到達することのできる筋力のことを最大筋力とします。特に筋力トレーニングをしていなければ、筋量ゲージの一番上まで筋力を引き上げることはできません。筋力トレーニングを行うと限られた筋量の中で最大筋力を上げていくことができるので、同じぐらいの筋量の人でもベンチプレスで120キロが上がる人もいれば100キロの人もいるということが起こります。技術は同じだとしてですね。したがってベンチプレスとかパワーリフティングの軽量級の選手のように体重の制限によって筋量が増やせない場合っていうのは、限られた筋量の中で筋力を最大まで高めるっていうことが必要になります。加えて技術もですね。ここで何が伝えたいかというと、限られた筋量の中では最大筋力を高めるっていうことは可能なんですけれども、いずれは頭打ちになってしまうということです。これは筋力の上限値が筋量によって決定されているからです。同じ筋量の中で筋力と技術を磨いていくっていうのはもちろん可能ではあるんですけども、重量を求めていく上では筋量を増やした方が僕はいいと思います。軽量級でベンチプレスの重量を伸ばしていくっていうのはゲームでいうとベリーハードモードですね。初めてやるゲームでベリーハードモードではやらないですよね。初めはノーマルモードで始めてクリアしたらハードモードにすればいいと思います。軽量級で行きたい方はですね。だからこそ軽量級の選手っていうのは難しいんですけどね。
一方で重量級の選手っていうのはめちゃくちゃ筋量を追い求めなければいけないので、それはそれで難しいんですよね。僕も増量したことあるんですけど、90キロ以上もうどうやっても増えなかったですね。話を戻しましょう。なので最終的な筋力を最大化したかったら筋量を増やすのが一番手っ取り早いんですね。その筋量を確保するために何が必要かっていうと、ハイボリュームの練習、そしてハイボリュームをこなすために必要なのが筋持久力です。で、筋持久力をつけるために何をするべきなのかっていうと、高回数のセットっていうのが必要になってくるわけですね。で、結局最大筋力を上げようと思うと一周回って回数をこなすっていうところにたどり着いちゃうんですよね。ただしこの話には例外があって、超上級者の方はこれに当てはまらないと思います。居上重量が極端に高い、74キロ級で180キロとか83キロ級で200キロを超えるような方っていうのは、筋量っていうのはすでに人間の限界に来ているので、これ以上増やすことが難しいと思うんですよね。なので必然的に筋力強化っていうのを重視するっていうのはあると思います。あとは技術面ですね。超上級者の普段の練習を見ていて、高重量の低回数セットが多いように見えるのは、すでに筋肥大期っていうのが終了しているからだと思います。これをそのまま初級者中級者の方が真似をするとうまくいきませんよっていう話ですね。目立たないだけで実際には超上級者の方も高回数セットをやっている、10レップとかそういうセットをやっている方って実は多いんですけどね。そういったアスリートレベルの方を除いて、特に初級者中級者の方は高回数中心の練習でいいと思います。じゃあ低回数トレーニングはいらないのっていう風になると思うんですけれども、そうもいかないのがベンチプレスの難しいところなんですよね。低回数トレーニングで筋力が上がると、今度は持ち上げることのできる重量っていうのが増えるので、これもまた筋肥大に有効になってくるわけです。ここでも筋力と筋肥大と筋持久力の3つの要素っていうのはお互いに影響し合ってるんですね。じゃあどのように低回数トレーニングをやっていくかなんですけれども、トップシングルデイマックスというふうに言われたりもしますが、これを毎回の練習で持っておけばいいと思います。これは自分で持てるマックスオブマックスのことではなくて、マックスからマイナス10キロぐらいのところからスタートして、成功したらプラス 2.5 とかしていくっていう感じですね。で、どっかで失敗したらまた下まで戻ってもう一回やっていくっていう感じです。で、これぐらいの重量を持っておけば筋力トレーニングとしては十分じゃないかなというふうに思います。練習全体に対する筋力トレーニングの割合としては、10分の1ぐらいですかね。練習の流れとしてはトップシングルを持った後にメインセットを10レップ ×5 とか、5から10ぐらいですね、やる感じです。この流れであれば筋力トレーニングを行いつつ、筋量筋持久力トレーニングメインでトレーニングを行うことができます。はい。で、最後にベンチが伸びる高回数トレーニングの具体例ということで挙げていきたいと思います。まず一番おすすめなのは10レップのセットですね。10レップ ×5 セットとか10レップ ×10 セットとかですね。10レップセットを高回数というかは微妙なところなんですけれども、一番オーソドックスで取り組みやすいと思います。僕自身もそうだったんですけども、ベンチプレスを伸ばそうと思った時に10レップセットを選択する人って意外と少ないんですよね。なんですけれども、基本にして王道の10レップセットは間違いなく筋肥大と筋持久力、これのどちらも向上しますし、ベンチプレスのマックス更新に役立ちます。僕自身もベンチプレス開始から2年半で150キロ上げれるようになりましたけれども、今も10レップセットがメインセットです。プログラムやってる時はプログラムをやるんですけど、その後に締めみたいな感じで10レップセットを3セットとか5セットとかやったりしています。次に練習の最後に20レップ以上の限界セットを設けるということですね。これは僕が531プログラムをやっている時に、すごい効いたなと有効性を感じた方法ですね。最後の20レップ近くでは筋肉に今まで感じたことのないような刺激があって、19レップまで普通に動いてたのに、いきなり20レップ目で80キロがビクとも動かなくなったりすることがありました。ですがこれを何回も挑戦することで少しずつ筋肉にスタミナがついて上げられるようになりました。これが筋持久力かというのを痛感しましたね。これをやっている時っていうのも結果的にマックス重量は130キロから135キロまで伸びました。最後に腕立て伏せです。
これは僕が密かに行っている補助種目で、ベンチを行った日は締めの腕立て伏せを限界までやってます。これが最近かなり好きで、ようやく40回できるようになったんですけれども、最後の方とかも大胸筋が熱いんですよね。で、腕立て伏せって体重の3分の2ぐらいの重量がかかるって言われているので、僕だったら55キロでベンチ40回やってるような感じですかね。厳密にはもちろん違うんですが、そういうイメージでやってます。で、終わった後は大胸筋と三頭筋をちょっと収縮させようとするとつりそうになりますね。で、これをやり始めてから感じるのは、ベンチで重い重量を持っている時に大胸筋がへばって潰れるっていうのが減ったような気がします。マックスでもセットでも最後まで押し切れるっていう感じですかね。途中でもうダメだみたいな感じで潰れるのが減ったような気がします。はい、こんな感じですね。一番最後に最も重要なことをお伝えします。今回お話しした高回数トレーニングっていうのは、非常に大事なんですけれども、もっと大事なのは楽しくベンチプレスをすることです。嫌いな練習を無理やりやっていても継続できないと意味はありません。ベンチプレスを強くしたいって思う方は、高重量が好きだと思います。基本的に僕もトップシングルとかマックス挑戦とかが好きです。なので今はこういう高回数っていうのがやる気が起きなくても、いつか重量停滞で悩んだ時に、今回の話をちらっとでも思い出していただければ嬉しいなというふうに思います。重量が伸びるのが見えてくると、きっと高回数の練習も楽しくなりますよ。この動画が役に立ったよとか応援してあげてもいいよと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でベンチプレスのメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談をやっています。気になった方は概要欄から友達追加とメッセージをいただけますと嬉しいです。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。